こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ネザー要塞を発見してほっと一息ついたところです。まあ大した騒動もなく、無事に帰還したわね。ダイヤの数は、何気に目標数の 80% を突破しています。残り 20%、頑張って集めていきます。それでは、44週目に突入します。当面は、ダイヤ集めに精を出しつつ、鉱石採掘で経験値を地道に稼いでインフィニティを狙います。さて、少し満腹度が減り始めてますので食事タイムです。金の人参の腹持ちは人参の3倍の数値ですが、確かに満腹度ゲージが減り始めるまで3倍ぐらい持っている感じです。これ気づくのが遅れて人参を収穫しすぎてしまいました。ちょっと失敗でした。矢の生産に備え、最近は砂利は掘るようにしています。砂利がスムーズに掘れる配置の場合、松明でアイテム化するより、エンチャントシャベルで掘った方が早い感じがします。あと、松明でのアイテム化が失敗した時のショックを受けなくていいですね。周回のゴール直前ですが、なんだか峡谷っぽいのがちらっと見えました。さて44週目終了です。グラフの方を見ると、3週連続でダイヤの出が微妙続きです。期待値との差が100個切っていますね。ただ、まだまだ49週目で収集完了しそうなペースです。さて拠点に戻ります。ダイヤは23スタックと4つで収集達成ですから、残すところ4スタック弱ですね。鉱石も結構確保できたので、今回は弓エンチャントを2回できそうです。さて農林水産業にかかります。そんなのあるの？卵を割るのもコツがいるとは。マインクラフトは奥深いです。さて養鶏に精を出してはいますけど、実は最近、鶏を安易に活用していいか悩み始めています。なんで？卵は地下生まれでしょ？もしバージョンアップしなかったら鶏は確保できなかった、ということが引っかかっているんです。かといえこだわりすぎてもなんなので、インフィニティがどうしても間に合わなかった時には鶏解禁します。さて、フラグ立てないよう慎重にエンチャントしてきます。射撃ダメージ増加法ね。ノーコメントです。そろそろ残りの周回数の予想に合わせ、幸運3やシルクタッチのツルハシの消耗度合いを考え始めています。余しておくともったいないので、ダイヤ集め切る頃に大体使い切りたいですね。さてではちょっと長いですが、鉱石で一気に30レベルまで貯めるところをお見せします。単調な作業になるかと思ったら、これ案外楽しいです。シルクタッチを使った経験値持ち帰りは今回の企画で初めて試しています。もしシルクタッチが入手できてなかったら、本棚とエンチャント台をブランチマイニング中に持ち歩くことを考えていました。そういえば本が大量に余っていたものね。欠点は、本棚を作り直す時に木材をかなり消耗することだったので、シルクタッチが入手できてよかったです。ところで、もうちょっと広いところで、一気に鉱石を並べて回収した方が早くない？それはそうなんですけど、なんか最近、なぜだか広いところが落ち着かないんです。それなら仕方がないわね。さて、もう少しですね。レッドストーン鉱石273個で、レベル30に到達しました。次こそインフィニティ出るかな？ノーコメントです。耐久力3ね。一番使えないかも。ノー。ちなみにインフィニティは、今は無限と言うんですね。導入された頃から憧れていたためか、
個人的にはインフィニティの方がしっくりしてしまいます。さてでは風車に復帰します。45周目に突入です。そろそろ終盤でしょうか。ってことは、あと少ししか掘れないんですよね。少し寂しいです。さてちょっと掘ったところですが、赤い花を見つけました。ポピーですね。初入手です。花はこれで7種類目です。ツルハシは、幸運3は 10% まで、シルクタッチは 20% まで、耐久ゲージを削る予定です。もしダイヤ収集だけが目標ならとことん削るところなんですが、今回のプレイでは、まだ達成したことない目標が控えてますので、やや多めに残します。ここで通常採掘用ツルハシをほぼ使い切ったので、コストの確認をします。どうやら名付けの段階で累積修理回数がクリアされているようです。とりあえずレベル27に達したので通常採掘用のツルハシを修理しておきます。採掘は引き続き、幸運3のツルハシで行います。さて、そろそろ周回が終わる直前なのですが、前の周回で掘り当てたのは、やはり峡谷でした。ここでウィッチが現れて、砂糖をドロップしてくれたら奇跡的なんですけど、そんな都合のいい話はなさそうです。村人を治癒する計画は、今回の企画内では難しそうですね。でもいつかやりたいです。さて45周目が終わった時点のグラフはこんな感じです。期待値通りね。続いて46周目に突入します。そういえば今更ですみませんが、先ほどのグラフの期待値に織り込んでいないものがありました。何かあったかな？ブランチマイニング中に、ライン外で見つけたダイヤ鉱脈です。例えば足元のレッドストーン鉱石を採掘したら、その下から見つかったダイヤ鉱脈などです。ダイヤの伸びが数%良いので、何かないかとよくよく考えたらようやく思い当たりました。補正してみる？理論値よりも、実際に取れたダイヤの数のグラフの近似値を取った方が実用的ですから、補正はやめておきます。さて、周回の終わり際にある峡谷にまたやってきましたが、ちょっとわかりづらいですが、廃鉱が突き出ていました。ひょっとしてこの廃鉱、拠点から一番近くにある廃鉱じゃない？多分一番近いですが、それよりも、気になることがあるんです。メモの地図では、現在地は黄色い星のあたりです。峡谷は上に伸びています。で、素手で掘っていた時に、最初に見つけた峡谷の場所が、多分赤い星のあたりなんですよね。第3話で探索した峡谷ね、下の方に伸びていたわね。もしかしたらここ、第3話で見つけた峡谷の下の端っこ？可能性あります。さて、46周目終了した時点での、グラフです。結構伸びたわね。目標の数まで、残り2スタックを切りました。ひょっとしてこのペースなら、48周目で集めきるかもしれません。では拠点に戻ってエンチャントしてきます。また微妙な外線ね。では今回はこんなところで。またね。バイバイ。